YouTube の向こう側に見せつけてやりましょうよ。こっちの方が最高だってことをさ。時にはギリギリのところで人はバカにならなきゃいけないと思いませんか？バカになるって最高ですよね。この僕の話が終わった後、実際に皆さんに阿波踊りを体験して見ていただきます。言語化できない楽しみとか勇気みたいなものを自分の人生に置き換えて何かの活力にしていただけたら、僕らがここに立った意味があるのかなと思っております。皆さんこんにちは。こんにちは。私はですね、日本で唯一プロで阿波踊りをやっている宝船というグループで活動しております。現在はですね、年間250ステージ、1年間で10カ国ぐらいですね、アメリカもヨーロッパもアジアも回って阿波踊りを発信する仕事をしております。今でこそこんなに毎日のように阿波踊りを踊っている仕事を選んでやってるんですけれども、子供の頃から阿波踊りが大好きだったかというと違って、むしろ真逆だったんですね。僕が阿波踊りに出会ったのは父親の影響です。徳島県出身の父親が、僕をですね、兄弟を無理やり阿波踊りに連れ込みまして、僕は東京で生まれたんですけれども、小学校1年生の頃から阿波踊りやってます。4年生の頃、この写真のように宝船ができました。もう僕が阿波踊りやるかやらないかという選択肢はなく、親がやれと言ったからやる。どう思ってたかというと、僕は阿波踊りは恥ずかしいものだとずっと思ってました。皆さん小学校の頃、例えばかっこいいなと思っていたスポーツとか習い事って何だったでしょうか？サッカー、それからバスケットボール、野球、運動神経がいい人はモテる。僕は阿波踊りを習ってたんですね。もちろんそれを友達に言うのが恥ずかしくてしょうがなかった。笑われるんじゃないか、人と違うことがかっこ悪いこと、ダサいことだとずっと思ってました。転機が訪れるのはもっとずっと後です。20代になって2011年、ハワイで阿波踊りを踊らないかというオファーをいただくことになりました。その時に初めて海外のオファーが来たので、皆さんメンバーもですね、テンションが上がって行こうとなったんですけど、その行こうという気持ちは、僕は英語も全くできなかったし、海外で観光地にわざわざ行って踊る価値がまだあんまり見出せてなかった。そんな時にハワイに行って、その踊る前日に日本では大震災が起こるんですよ。これが僕がハワイで経験して、次の翌日ハワイは、津波とかは一応大丈夫だった。いろいろ大変だったんですけど大丈夫で、フェスティバルは開催することになった。僕らは練習してきた踊りをただただ一生懸命踊るだけ。その時にですね、僕らが意図してない反応が返ってくるわけです。すごく日本のニュースを聞いて不安だった。気持ちがもやがかかっていて、これからどうしようかと思っていた日本人のハワイに住む日本人の方だったり、ハワイに住む外国の方だったり、その方々が勇気をもらった、元気出たよ、ありがとうってすごく言ってくれたんですよ。これはタイミングだと思います。僕らが意図してそれをやったか違います。タイミングとして僕らが披露したものが
海の向こうに喜ぶ人がいるんだということを意図しないタイミングで知ったんですね。で、僕は周りにずっと阿波踊りが言えなかったけれども、そういう客観的に自分の育った場所じゃないところでそういう反応が返ってくることによって、もしかしたら恥ずかしいのは芸能ではなく、自分の芸能への思い込みが恥ずかしいと思っているんじゃないかと思ったんですよ。そこから僕は阿波踊りをアップデートしようと思いました。きっと阿波踊りの中には歴史が続いてきた意味がありまして、魅力もあるはず。でもそれは今の時代から離れていってしまって、伝統っていうのは実は常に今を繰り返し風を入れながら続いてバトンを次世代に渡すものなのに、なぜか古いものとして保存されてしまう。じゃあ僕らの今の感覚で阿波踊りの精神をもっと発信できないか。そうするとがぜんですね、今までダサいかっこ悪い古臭いと思ってた阿波踊りが輝くように見えてきたってことですね。3つあります。どこが阿波踊りが面白いのか、日本文化なんで面白いのか。まずですね、言葉の関係ない国に行きます。宗教も思想も違います。何でつながるかというと、非言語でつながるんですね。リズムで。これがあれば感情表現、それからどんな思いで立ってるか、踊りで共有できる。そしていろんな人種の人がいます。考え方も違います。今ではほとんどの問題、社会問題では対立軸が生まれてしまうもので、社会問題が起きてしまうけれども、踊りって答え正解がないですから、多様に楽しめる。好きな楽しみ方でいいし、好きな解釈でいい。ただここの雰囲気がピースであればいい。これが阿波踊りの魅力2つ目で、最後はですね、一緒に阿波踊りというのはお祭りですから、芸能というクオリティの鑑賞する、それから、踊りを踊る、こういう垣根を作るようなものではなく、子供から大人まで楽しめるお祭りなんですね。このお祭りというのはインタラクティブで楽しめる。子供もいてもいい、おじいちゃんがいてもいい、デートで来ててもいい、白人も黒人もどなたでも大丈夫。一緒に楽しもうよ。これがお祭りの基本なんですよ。多くのエンターテインメントというのはクオリティのレベルを競い合うことが、20世紀型だと思われておりましたが、今ではどうですか。体験型、一緒に楽しんでつながるものっていうのがどんどん、社会的に価値があると思われてきている。でですね、僕らはこの阿波踊り、有名な言葉がありまして、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らにゃ損損。これはつまりうまいとか下手とか関係ないよ、恥ずかしさの向こう側行こうよ、これなんですよ。思い出してみると、僕はどうだったか。子供の時、恥ずかしさから出れない子供だった。客観的に外の世界に強引にでも出ていくことによって初めて自分の価値を知ったという人だったんですが、この恥ずかしさの向こう側に行って踊るアホになる人がいつの時代も世界を作っていると僕は今感じてます。例えばビジネス、例えばエンターテインメント、例えば何かの研究、全てそうです。誰もやってないこと、誰か大きな実績を作ること、成功することは人がやってないことをやるということであって、踊るアホになることなんですね。今日は、僕らはですね、例えば DJ の人とコラボをしたり、単独公演をしたり、それから、このようにプレゼンテーションで阿波踊りの魅力を発信したり、いろんなことをしてますが、実際に何よりもですね、見ていただくのが早いので、この僕の話が終わった後、実際に皆さんに阿波踊りを体験して見ていただきます。その時ぜひですね、皆さんもそのおのおので構いませんので、インタラクティブに手拍子をしたり声援をしたり立ち上がったり、好きなやり方で楽しんでください。そしてこの答えのない言語化できない楽しみとか勇気みたいなものを自分の人生に置き換えて何かの活力にしていただけたら、この僕らがここに立った意味があるのかなと思っております。それでは続きまして阿波踊りのパフォーマンスをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
僕たち2日前にヨーロッパツアーから帰ってまいりました。ヨーロッパの時間ですとただいま多分夜だと思います。皆さんこんばんは。本日は皆様の心の中に潜む阿波踊りのくだらない固定概念をぶっ殺しにやってまいりました。午前中からねこのイベントに参加させていただいて、いろんな方のプレゼンテーション見させていただきました。もうね皆さん本当にね頭が良くてもうかっちょいい、もうすげえイケてる、最高です。僕もねせっかくこういうなんかかっこいいイベント出てるんだから頭良さげなこと言いたいなとかって思っていろいろ楽屋で考えたんですけれども、僕あんまりそういうの向いてないんでいつも通りやってもいいですか。盛り上がってんのか。一個だけ言えることはただ一つ、バカになるって最高ですよね。皆さんどうですか。好きな人に好きっていう時パワポでプレゼンしますか。時にはギリギリのところで人はバカにならなきゃいけないと思いませんか。 OK、 今ねビデオ撮影されてるわけですよ。 YouTube でなんか中継されたりしてるんでしょ、残ったりするんでしょ。 YouTube をご覧の皆様こんにちは、宝船です。あんた方が皆様 YouTube の奥で見ている皆様に伝えたいと思います。あなたが今パチパチやってるその機械では味わえない感動をここではやっているんです。皆さんもそうですよね。後日 YouTube で確認できればそれで十分なはずなのにわざわざ家を飛び出してここまでやってきた皆さんは同志だと思いませんか。 OK、 そうと決まれば YouTube の向こう側に見せつけてやりましょうよ。こっちの方が最高だってことをさ。皆様バカになる準備はできてますか。バカになる準備はできてますか。 OK、 そうと決まれば全員立っちゃいましょう。スタンドアッププリーズ。 OK、 この中に一人も頭いいやつはいるけどバカになれないやつはいないはずだ。わかるかい。わかりますか。言いたいことわかりますよね。そうと決まれば僕の後について大きな声出してみてください。よろしくお願いいたします。いきますよ。 Say yay! Come on! Yay! Come on! もっと大きな声出せますよね。 OK、後に続いてくれ。 Say yay! Come on! Yay! Come on! おおおはいおおおはいおおおおおあやっとやっとやっとやだあやっとやっとやっとやだはいはい
ラストだイエーイエーイだや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 だはい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 ありがとうございましたはい、はい、いただきました。テッドってさ、世界一有名なプレゼンテント。ごめんなさい。大事なプレゼンテント。ごめんなさい。大事な私にちょっと代わりでお願いしまあ、テッドっていうプレゼンテーション番組があって、はい、世界中のエンターテインメントとかテクノロジーとかアートとかのもう最高峰のピラミッドのここですよ。先の爪のとこね。ここの人しか一番上ですよ。立てない立ってれないよこれは。そういう団体なんですよ。そういう団体なんですよ。いや、俺たちね。プレゼンテーションの大会だからエンターテインメントって言っても実際に踊ったりとかするっていう機会少なくて、僕らみたいに踊りをメインにする人ってあんまいないわけ、そういう時に集まってくるお客さんってものすごい頭いい人が知性の塊というか知性という知性を世界中から集めたみたいなお客さんなわけだから、正直頭良すぎて僕らの踊りとか分かってくれるかなと思ったら違うのね。知性が生き切るとバカだよね。渡る兄のプレゼンも僕の MC もバカになれっていうことをとにかく言ったわけよ。バカになるって最高ですよねそしたら生き切ってる人たちだから天才たちって生き切っちゃうかそうらなんだよねすごかったよね。で最後スタンディングオベーション。あのさ安田コードっていうところがさいかにすごいかっていうさおう話をしてください。いや、してください。いや僕が東京大学の学生でもなかなか足を踏み入れられないっていううちのメンバーの東大大学院の子が入ったことないって言った。あら。歴史的な建造物的になってる場所らしい。おだから踊ったら初めてだと思うよって言ってた。だからね行動だから本来喋る場所なの。踊るっていうことは歴史じゃないと思う。プレミアだね。プレミア出ました。俺たちがなんでああいうとこ立てたかっていうと、ただの踊りグループとかじゃなくてさ、バカになろうぜとかさ、結局どんな人もさ恥をさらして生きていくぜみたいなことがあったからそうだねそういう評価をしてもらってるのは俺めっちゃ嬉しかった。本当に最先端の人たちも恥さらしてんだよきっと。だから渡る兄が恥をさらせって言った時にものすごい感じるんだろうね。シンクロだよ、シンクロ。シンクロね共鳴したわけですよあれは。実際ここのお客さんに今をときめく新日本のアタカさんがいたんだよ。本の。本のはいでそのアタカさん私たち来てるの知らないじゃん。でお客さんとかと交流してたらアタカさんがカムちゃんのとこに来てお。話しかけてくれたの。あたかさんっていうのはヤフーの CSO っていう戦略トップ戦略トップの人がいて、たまたま宝船のことを聞いてくれてでまさにバカになれとかにすごい響いたらしくて、サオちゃんにいいねって言ってくれたの。いやいわゆるさ会場が揺れるっていう表現あるじゃん。実際問題会場が揺れたなって思えるのって本当に10年間でも 3,4 回だと思う。何回かしかないはいはいはいその1個には完全に入ったと思う。揺れたんだ。揺れた。安田君が揺れたね。揺れた。なんかちょっとみんなのエネルギーで振動した感じがした。したしたした。自信かお前な。は感じない。感じないんだよ。なんでピンチョ来ないの？叩いてたよ。サモいなかったみたいな言い方。違う俺の中に振動器あるからいつも振動してる。いつも景色揺れてるもん俺。大ないこと最高です。あれ歌詞は全て歌詞そう全部揺れてる。おおぐちゃぐちゃだ。これもねシナプスの伝達ですよ。なんか無理して難しいこと言わないで。ありがとう。